はい、こんにちは、青木さん JP でございます。じゃあですね、ラストエポックのクラフトについて一通り解説しようかなと思います。クラフトはですね、F キーを押すことで、このようにどこからでもフォージを開くことができます。街のですね、どっか鍛冶屋とか行く必要はないですね。で、このような画面になるんですけれども、ここにですね、アイテムを入れて、こちらにプレフィックス、こちらにサフィックスが出てきて、で、シャード、ルーン、グリフ、この3つのですね、素材を駆使して、いろいろなクラフトをするということになってます。じゃあ手持ちのアイテム1個入れてみましょう。ここにですね、3つのアフィックスがついた、ボディアーマーがあります。真ん中がですね、18デクスタリティと書いてあって紫色になってますが、これがですね、エグザルテッドモッド、ティア6、ティア7のモッドになりますね。白い文字はですね、ティア1からティア5のモッドになります。オルトキーを押すと確認できますね。はい、ティア3のマナ、ティア6のデクスタリティ、ティア4のヘルスがついてます。入れてみましょう。はい、入れるとですね、このようになります。で、プリフィックスが2つ、サフィックスが2つ、主に攻撃系がプリフィックスで、攻撃系とかですね、そのデータス系がプリフィックスで、サフィックスが防御系とか、そういったヒットプールとかですね、その辺になりますね。で、この辺り、ティア3のですね、マナに矢印がついてますが、これがクラフトで上げられるというマークになりますね。はい。ティア6のデクスタリティに上向きの矢印がついてませんが、クラフトで上げられるのは、ティア1からティア4のですね、アイテムをティア2からティア5にすることしかできないです。ですのでですね、ティア5、6、7のモッドは、クラフトで、ティアを上げることはできないですね。で、この矢印なんですけれども、素材となるシャードですね、を持ってれば矢印が出ますので、この辺りですね、拾ってると思うんですけども、この辺りのシャードを、所持していれば、ここにクラフトできるよというのが出ます。で、試しにですね、このティア4のヘルスをティア5にしてみたいと思います。ここからですね、ヘルスのカードを選んでもいいですし、この矢印のですね、マークを押してもらっても OK です。手持ちからですね、適切なものが選ばれます。この状態でですね、アップグレードアフィックスというのを押しますと、ティア5になります。このゲームのクラフトはですね、失敗したりとかはしません。はい、条件が揃ってれば必ず成功します。で、クラフトのコストになるものなんですが、こちらで使ったシャード、グリフ、ルーンを消失するのと、あとですね、こちらに44と書いてありますが、このフォージングポテンシャルというものを消費します。フォージングポテンシャルはですね、アイテムの上の段のですね、鍛冶屋のマークの横に書いてます。44フォージングポテンシャルとありますね。これ44ポイント分、44ポイント分クラフトができますよということになります。でですね、これはどうやって減るのかっていうと、ここにですね、コスト1 to 24フォージングポテンシャルとありますが、ランダムでですね、1から24の間でフォージングポテンシャルが減っていきます。1回やりますね。はい。今ですね、4フォージングポテンシャルを消費しました。で、プラス18ヘルスということで成功しましたね。ここでヘルスのサフィックスがティア5になりました。なりましたね。で、ティア5になると、もうティア6、ティア7に上げることはできます。はい。こちらも同様にですね、上げていくことができます。で、あとですね、プリフィックス2つ、サフィックス2つ通常つくと言いましたが、このアイテムの場合ですね、モッドが3つしかついてないので、サフィックスの部分にですね、1つ余りがあります。この余ってるところなんですが、ここを押してもらうと、手持ちのシャードからですね、サフィックスにつけれるものを、好きなものをつけることができます。例えば、ボイドレジスタンス足りないなと
いうことで、このボイドレジスタンスのシャードを入れますと、これでですね、はい、ここにボイドレジスタンスをつけることができます。いましたね。で、続けてですね、もう一度アップグレードすると、ティア2になって、フォージングポテンシャルがなくなるまで、このようにクラフトをすることができます。これがクラフトの基本になります。はい、じゃあですね、グリフとシャードについて説明したいと思います。じゃあグリフなんですけれども、このようにですね、クラフトする際に、ここの真ん中からですね、グリフを選択することができます。このグリフは、お助けアイテムみたいなもので、いろんな効果があるんですが、1個ずつですね、ちょっと解説していきたいと思います。じゃあ左からいきますか。じゃあこちらのグリフ・オブ・ホープですね。グリフ・オブ・ホープなんですが、こちらをですね、セットして、通常のようにクラフトを行うと、はい、こちらに書いてあるように 25% の確率でフォージングポテンシャルをですね消費しないようになります。4分の1の確率で FP が減らないってことですね。やってみましょう。はい、こちらの下に出ましたね。グリフ・オブ・ホープがフォージングポテンシャルを、保護しましたと。でこれでですね、シャードだけ消費してティア3になりました。もう一回やります。はい、また成功しましたね。はい、運よく 25% 引いて、またフォージングポテンシャルをですね、30のままティア4にすることができました。このような形でですね、まだもやってみますか。おー、はい、いい感じですね。25% うまく引いてます。でですね、たまにボーナスで、他の場所もね、ボーナスで上がることがあって、ラッキーですね。今、ボイドレジスタンスティア4だったんですが、こちらをティア5にした時にですね、ボーナスでこっちもティア5に上がりました。こんな感じでですね、なかなかいいアイテムできたな、みたいな感じのことをするのが、クラフトの基本になります。はい、グリフ・オブ・ホープの説明はこれで終わりますね。はい、じゃあですね、次なんですが、何かあるかな。はい、次ですね。次は、グリフ・オブ・カオスについて説明します。はい、グリフ・オブ・カオスなんですけども、こちらなんですが、ちょっとややこしいんですが、クラフトをした時に、ティアが1つ上がると思うんですけども、ティアが1つ上がるのと同時にですね、そのついてるモッドを、いわゆるプリフィックスならプリフィックス、その弓につくプリフィックスならプリフィックス、例えばボディのサフィックスとかですね、そのグループの中で、ロールすることができる他のアフィックスに変換してくれます。具体的には、いい武器拾ったんだけども、毒攻撃使わないんだけどな、みたいな時に、毒が、炎属性になってくれないかなとか、そんな感じのことですかね。あとはレジとかね、コールドレジがついてるんだけども、これ、カオスレジに、ごめんなさい、ボイドレジにならないかなとか、そういう感じです。例えばですけども、今ここにですね、ネクロティックダメージっていうものがありますが、グリフ・オブ・カオスを使って、このネクロティックダメージをですね、アップグレードすると、ティア4になるんですが、この200スタッフのプリフィックスにつく可能性がある他のモッドにですね、これが変換されます。ちょっとやってみますね。グリフ・オブ・カオスをセットして、はい、これでティア4になってファイヤーダメージになりました。もう一回やってみますね。今度は、はい、キャストスピードになりましたと。こんな感じでですね、どっか1箇所か2箇所、変換したいなという時にやります。じゃあ次、グリフ・オブ・オーダーについて説明します。これもちょっとややこしいんですが、クラフトした時のですね、ロール値、いわゆる、例えばこれの、ミニオンメレーダメージ、ミニオンボーダメージっていうのがあると思いますが、こちらがですね、ティア1なんですが、数値のレンジが5から7なんですね。
で、5から7で、今6がついているんですが、グリフ・オブ・オーダーをですね、はい、使って、これを上げてみます。で、ここにですね、アップグレード to 10&10 って書いてあると思うんですが、はい。これでですね、ティア2で10になりました。まあ、ちょっと説明がしにくいんですが、そのティアの中でなんかそのレンジがあって、その範囲の中のどのあたりの値がついてるかっていうものですね。例えば最高値がついてるとか、真ん中の値がついてるとか、そういう情報をですね、引き継いでくれます。はい。じゃあですね、次は、このグリフ・オブ・デスペアについて説明します。こちらはですね、結構運要素が強いんですが、こちらをはめてから、モッドをアップグレードするとですね、アップグレード、ティアをアップグレードするか、そのモッドを、封印するか、どちらかのことが起きます。封印される確率は、低いと思うんですけども、ちょっとやってみますね。ティア4がティア5に上がるのは普通のことなんですけども、ティア5に上がらずに、シールって言うんですけど、封印される可能性があります。やってみます。はい、これは無理でしたね。これは普通にアップグレードされただけでした。じゃあこちらもやってみましょう。はい、これも普通にアップグレードされただけでしたね。はい、こちらやってみます。はい、これでシールされました。はい、通常ですね、ティア1のモッドがティア2になるか、シールされるかですね。シールされた場合はティアは上がりません。ですので、今はこれティア1のですね、モッドをシールしたので、一般的にはもったいないことをしたことになります。で、シールされたら何が嬉しいのかと言いますと、はい、ここ見てください。封印された場所が空き地になりました。で、ここにですね、別のモッドをまた入れることができます。でですね、このように5つモッドがついたアイテムを作ることができます。はい。で、こちらのシールできる確率なんですけども、僕の体感だと結構低いですね。5、6回に1回ぐらいですかね。はい。何%なのかは分かりません。で、先ほども言いましたように、アップグレードするか、シールするかの2択なんで、アップグレードのボタンが押せるティア4ですね。ティア4でチャレンジするのがマックスになります。ですので、このようにですね、ティア4のモッドがある場合、グリフ・オブ・デスペアを使ってもらってアップグレードすると、このティア4のですね、モッドが封印されて、ここが空き地になる。そしてもう一個モッドを突っ込むことができるっていうですね、上手に、使えば強い武器を、強い装備をね、作ることができるグリフになります。じゃあ続いてですね、ルーンの方の説明に入りたいと思います。はい、ルーンもいっぱいあるんですが、これも左側から説明していきましょうか。じゃあまずこのルーン・オブ・シャッタリングについて説明します。これはですね、たまに店でも、たまにっていうか街に戻るとね、鍛冶屋さんが、売ってくれてますんで、見つけたら買い足しといた方がいいんじゃないかなとは思います。拾える分だけですとね、結構枯渇しますね。はい。こちら、ルーン・オブ・シャッタリングなんですけども、ここについてるですね、モッドの元になるシャードを回収するものになります。やってみます。はい、このようにですね、たくさんのシャードが回収できました。はい、こちらもね、こちらも、はい、このようにですね、ルーンに戻すことが、戻すというか、ルーンをですね、抽出することができます。これよく使いますので、戦闘中にね、ドロップしたりしたらもちろん拾ってほしいんですが、街にですね、戻った時に、鍛冶屋さんが販売してます。見つけたらですね、このように買い込んでおくといいと思います。じゃあ次はですね、こちらのルーン・オブ・リファインメントについて説明します。ルーン・オブ・リファインメントなんですけれども、こちらはですね、モッドについてる可変値をリロールします。
各ティアごとにですね、値のレンジがありまして、例えばこちらについてるインクリストコールドダメージエア6に関しては240から 304% と、結構幅があります。こちらをですね、使いますと、全部のモッドの数値がですね、再ロールされます。今293、43、27という数字になってますが、こちらを使いますと、はい、フォージングポテンシャルをですね、最大15消費します。はい、これで249、48、30という感じにですね、リロールされました。結構ですね、運要素強いですが、これも、よく利用すると思います。で、このフォージングポテンシャルをですね、1から15消費しますが、グリフ・オブ・ホープ入れといてもらえば、25% の確率で消費せずにリロールすることができます。今は失敗しました。はい、こんな感じです。はい、じゃあ次ですね。次はなんだ？こちらですね。ルーン・オブ・リムーバブル。こちらはですね、結構簡単で、こちらをセットしてもらって、ごめんなさい。フォージングポテンシャルがなかったです。はい。こうしますとですね、モッドのですね、どれか1個を、削除します。はい、これが消えましたね。で、シャードがもらえます。さらに、はい、このように、このように使います。はい。はい、こちらもですね、フォージングポテンシャル使ってしまいますので、実際に使う場合にはグリフ・オブ・ホープと併用してください。で、先ほどのルーン・オブ・シャタリングと何が違うのかっていう話なんですが、ですね、こちらのルーン・オブ・シャタリングでいいじゃないかと、はい、思うんですが、こちらはですね、ティアの数だけたくさんもらえるので、高ティアのですね、モッドに関しては、はい、ティアの数だけね、ちゃんとシャードがもらえますというものになってます。はい、次ですね。じゃあ次は、次なんだ。ルーンオブディスカバリーですね。はい、じゃあルーンオブディスカバリーについて説明します。これはですね、これをつけてもらうと、空いてるスロットにランダムで T1 の、ティア1のですね、モッドをつけてくれます。こんな感じです。ちょっと使いどころ難しいんですけど、はい。こんな感じですかね。はい。はい、じゃあ次ですね。次なんですが、はい、ルーンオブシェイピングですね。こちら、説明します。こちらもですね、リロールする系のルーンなんですが、何をリロールするかと言いますと、今のですね、プリフィックス、サフィックスのモッドの方じゃなくて、暗黙モッドの方ですね、アイテムの上の方に、数値が出てると思うんですが、こちらのですね、プラス55メレーダメージ、プラス57スペルダメージとあって、こちらもですね、特に、スペルダメージの方は55から65というですね、可変値があります。ここの部分をですね、リロールします。で、これもですね、結構大きいフォージングポテンシャルを消費しますんで、グリフ・オブ・ホープつけといたらいいと思います。はい、じゃあ今、スペルダメージは57ですが、こちらを使ってシェイプをします。はい。はい、60になりました。はい。ということでですね、こちらの暗黙モッドの方ですね、こちらをリロールするルーンになります。じゃあ次ですね。次。こちらの、じゃあ、ルーン・オブ・アセンダンスですね。ルーン・オブ・アセンダンス、非常に稀にしかドロップしないですが、こちらは何をするルーンかと言いますと、こちらセットしてみますね。はい。こちらをセットしますと、フォージングポテンシャルをですね、すべて消費して、ユニークか、セットアイテムに変換してくれます。同じ種類内ですね。はい。やってみます。今普通の、レアアイテムというか、エクザルテッドアイテム。これがですね、黄色でも何でも大丈夫です。はい。フォージングポテンシャルを全部消費して、ユニークまたはセット装備に変換します。0になりましたね。で、はい、このように、ユニークアイテムになりました。はい。で、このようにですね、フォージングポテンシャルがすでに0のものには使えないので注意してください。じゃあ次ですね。次は、こちら。ルーンオブクリエーションですね。はい。ルーンオブクリエーションなんですが、
こちらは何をするものかと言いますと、はい、デュプリケートとあります。入れたアイテムを複製します。で、複製した時にですね、フォージングポテンシャルが0になっちゃいます。コピーされたものの、コピーされた側のアイテムもフォージングポテンシャル0になります。ね。はい。手に入りました。このようにですね、はい、全く同じものが複製できました。まあこれ何のために使うんだって思われると思うんですけども、まあレジェンダリーアイテムっていうのをですね、作る時の素材が、非常にね、良品の生贄アイテムが必要なんですけども、良品の生贄アイテムをですね、複製して、レジェンダリーアイテム2回作ったりとか、あとは、片手武器をですね、デュアルウィールドしてる方なんかは、いい感じのですね、片手剣を2つにしたりとか、あとリングですね。リングもいい感じのやつ2つにしたりとか、結構使い道が多少あるかなと思います。はい、じゃあ次はですね、こちらのルーンオブリサーチですね。はい、こちらはですね、エンドコンテンツに行ってからしか落ちないかなとは思います。道中でも見かけたことあると思うんですけども、オブジェクト変わると出てくるエグザイルドメイジっていうのがいるんですけど、こいつを倒すとですね、出てくるこのエクスペリメンタルモッドっていうのがね、ついたアイテムがあります。はい、ちょっと見づらいんですが、このようにですね、エクスペリメンタルアフィックスというものがついてます。結構特殊なですね、効果ですね。靴とか、グローブとかですね、一部のアイテムにしかいらないんですけども、こういったアイテムのこのエクスペリメンタルモッドですね、ここの画面でいうところの真ん中の青いやつですね、こちらをですね、確定でシールしてくれます。シールは先ほども言いましたが、5番目のスロットにですね、このように入れてくれます。はい。で、あとはね、残りのところに他のモッドを入れることができます。はい、こちらもですね、フォージングポテンシャル、消費しますんで、使えるんだったらグリフ・オブ・ホープを使ってください。でですね、こちらのルーン・オブ・リサーチなんですけども、こちらを使うとですね、ちょっと確率わかりませんが、低確率でですね、グリフ・オブ・インサイトっていうのをもらうことが、で、私持ってませんが、こちらですね、ここにあるグリフ・オブ・インサイト。はい、私持ってませんが、ここにね、0って書いてあるところのやつですね。これグリフ・オブ・インサイトというものがあります。はい。こちら使うとですね、普通のモッドをアップグレードしたときに、さっきのエクスペリメンタル、モッドに、なります。よほどの、どうでしょう。よほどのエンドコンテンツも極まってこないと使う機会ないのかなと、は思います。はい。でですね、どんなものが、つくのか、はですね、海外の、情報とかを調べれば出てくるとは思いますんで、こだわりたい方はしっかり調べて使ってみてください。こんな感じですかね。はい。今回は、王子の基本的な使い方から、ルーンとグリフについて簡単に説明させていただきました。またですね、いろいろアップデートなどでですね、仕様など変わるかもしれませんので、その場合はですね、また動画を作ろうかなとは思ってます。はい。それでは皆さん、ラストエポック楽しんでいただければと思います。じゃあ次の動画でまたお会いしましょう。さよなら。